皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はーい、このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。自然な速さ、自然な話し方で話します。トランスクリプトを無料で公開してますので、私のウェブサイトをご覧ください。そしてこのポッドキャストで勉強した言葉、新しい言葉を、私の YouTube メンバーシップに参加してもらうと、勉強できますので、こちらの参加もお待ちしております。はい、YouTube メンバーシップね、少しずつ人数が増えていて、本当に皆さんありがとうございます。特にね、ゲーム動画が意外に好評で、ゲームプレイ動画も公開してますので、ゲーム好きな方ぜひ私のうるさめなゲームプレイ動画を見てくれたら嬉しいなと思います。ちょっとここちょっと寝癖みたいなこう髪の毛がピョーンみたいになっちゃってて、ちょっと横を振り向くと恥ずかしいんですけど、前向きます。前向いて話します。皆さんお元気ですか？ちょっとお久しぶりになってしまって申し訳ないんですけど、私はぼちぼちやってます。ぼちぼちね。ぼちぼちっていうのはいつも通り的な。って感じですね。気づけばもう5月になるっていう話で。このエピソードがアップされる時はもうゴールデンウィークなのかな？日本はな。喋り方どうした？久しぶりすぎて。そうな。それな。ゴールデンウィークなんだよな。早いよな。ゴールデンウィークってことは 5月じゃん。だからもう、この2026年のもう半分ぐらい過ごしてるってことでしょ。恐ろしいよな。もう早いよねって話なんですけど、ゴールデンウィーク私は特に予定はありません。暇。ゲームしようかなとか、買い物に行くぐらいかな。やっぱりどこも混んでるんで、今年のゴールデンウィークは最大12連休なんですよ。12連休。すごい。約2週間。長くて取れるっていう形になってるので、結構この海外旅行に行ったりとか、国内旅行でとか。今ね、ちょっと海外旅行あまり人気がないっていうか、ちょっといろいろ世界情勢もよろしくないので、とか、円安でとかね、いろいろあるので、近くのご近所さん、台湾、韓国とか、あとベトナムとかタイとかも人気らしいですね。インドネシアのバリ島とかね、やっぱすごい人気じゃん。ああいうところにみんな行くらしいですね。マレーシア、シンガポールとかそういうところ。行きたいね、私もって思ったけど、ちょっと本当に混んでるんで、やめました。私は、この家の周りを散歩します。ゴールデンウィークは。ただね、ゴールデンウィーク終わった後に、私は台湾へ行きます。シエシエ。ということでですね、私は台湾がね、大好きなんですね。台湾が大好きとか言ってね、また1回しか行ったことないんだけどね。台湾が大好きなの。で、どうしても行きたくて、もう、ここ、最後に行ったのが2023年で、3年ぐらい経ったんだけど、この3年間は結構忙しくていろいろ。フランスにいたっていうのもあるんで、ちょっと台湾行けなかったんで、念願の台湾、一人旅です。一人旅行きたいと思います。私の生徒さんと一緒にご飯食べたりとかする予定です。楽しみね。楽しみ。そう。今日はね、今日はちょっと近況報告、だらだら最近何してたのっていう話をちょっとね、簡単にしたいと思いますね。台湾旅行が、迫っているよ。あと1ヶ月後ぐらいなのかな。あとは、何してるの？最近ね、歯医者に、ポッドキャスト撮れなかった理由は様々あるんですけど、
その中の一つはなんか歯医者。なんか私このポッドキャストで歯の話ばっかりしてない？なんか前も歯の話をすごいしてるんだけど、なんかフランスに1年間いたんで、歯医者さん行けなかったんですね。で、私は親知らずがあと2本あるんですよ。親知らずはなんかウィズダムティースって英語で言いますけど、なんかいらない歯、奥の方にあるいらない歯が2本あって、2本は抜いたんですけど、2本まだ残っていて、そのうちの1本がちょっとすごく邪魔、ものすごく邪魔っていう感じになっちゃったんで、それを抜きに行こうと思ったんですね。そう。でもまあ抜く前にまずはちょっとメンテナンス、1年間歯医者行けなかったからメンテナンスしようと思ってまあ予約したんですよ。でそしたらなんかその歯医者さん結構丁寧で、なんていうの、クリーニングプラスなんかこの磨き残しチェックみたいなのをしてくれたんですよ。磨き残しチェックっていうのは、うまく歯磨きができていますかというチェックですね。皆さんの国でもあると思うんですけど、なんかピンク色のなんかインクなんだろうあれ、ピンク色のなんかをこう歯にこう塗るんですよ。ピシって、そうピシって塗って、で水でぐじゅぐじゅぐじゅペーって、まあうがいして口の中を洗った後にピンク色が残っているところが汚れてるところなんですね。だからちゃんと歯磨きできてませんよっていうまあ証拠になるっていうのがその歯磨き残しの磨き残しチェック、歯磨きチェックなんですね。私すっごい久々でこれだから子供の時に結構やってたんですよ。でよく怒られるみたいな、ちゃんと歯を磨いてくださいって怒られるみたいな感じだったんで、で私もうわマジかと思って、磨き残しチェックすんの今みたいなね、あれだよ、歯医者さんでは普通だよ、磨き残しチェックしますねみたいなこと言われて、あわかりましたみたいな、なんかわかりましたみたいな感じなんだけど、心の中では自信ないんだけどやだーみたいなね気持ちなんですね。でなんかまあ余裕ぶっこいてふみたいな感じで、でも中身はもう心の中はもうドキドキドキみたいなすっげえ歯汚かったらどうしようみたいな、ドキドキドキみたいな感じね。はいでやったら、そしたらその歯医者さんが素晴らしいみたいな、めちゃめちゃ綺麗ですって言われたの。褒められたの。マジみたいな。って嬉しいじゃん。もうなんか言うことないですみたいな。すごくちゃんと全部磨けてるし、ピンクがほぼ残ってないですよみたいな言われて、私って天才かもと思って。でもそれだよ。歯医者さんにはやっぱクールぶって、はい、ありがとうございますみたいな感じ。でも心の中はイエー天才みたいなね気持ちなんですね。はい。で、まあそう歯医者さんすごい褒めてくれて、なんかすごいですねみたいな。フロスとかやってますかみたいな。なんか糸みたいなやつでさ、歯と歯の間を磨くやつ、あれフロスっていうじゃん。フロスとかやってますかって言われて、はいみたいな。でちゃんと毎日磨いてますか、歯磨く。いや毎日は磨くじゃん、歯磨きは基本じゃん。磨いてない人いるかもしれないけど、私も毎日ちゃんと朝晩たまに昼とかもちゃんと磨いてみたいな。素晴らしいみたいな。素晴らしい。私もありがとうございますって感じだったのね。なのになんか綺麗ですね、でも虫歯が2つあります。なんですごい褒めてくれたのに完璧って言ったのに虫歯2つありますって言われて、おかしくない？完璧でしょ私の歯磨き。なんで虫歯あんのって。毎日ちゃんと歯磨いてんのに歯磨かないで寝るみたいなことないし、どういうことみたいなね感じで、虫歯が2つあったんです。びっくり。虫歯っていうのはなんか悪い歯。虫歯って名前可愛くない？虫歯って、全然可愛くないんですね本物はね。虫歯2つありますねつって、治療しましょうって言われて、ガーンさっきまでのテンションはもう全部下がりました。ピューってね。
って。ということでね。はい。虫歯の治療をしたんです。だからなんかちょっとしばらくなんかここら辺が痛くて、その治療した後やっぱ痛いのよね。痛くて、なんか、そう。で、なんかポッドキャスト撮るタイミングを逃すという感じですね。はい。今はもう2つの虫歯は治療し終わって問題ないんですけど、はい。この後は、ようやくね、その親知らずを抜くんですけどね。みんなもちゃんと歯医者さん行った方がいいよ。ね、私の自分の歯磨きは完璧だと思ってるかもしれないけど、虫歯は突然やってくる。注意して。はい。あとそんな感じかな。歯医者さん行って、あとそう、耳鼻科に行って、耳鼻科っていうのは鼻とか喉のお医者さんね。耳鼻科っていうんだけど、私はもう本当に、もう万年鼻炎みたいな。万年鼻炎なんですね。万年っていうのはもうなんか一年中、もうずっと。で、鼻炎っていうのはなんかアレルギーで、なんかくしゃみが出たり鼻水出たりするみたいな。花粉症がね、今のシーズンありますけど、もちろん私は花粉症もあるし、他のハウスダストアレルギーとかもあって、もう一年中クシュンクシュンな鼻水たらみたいなね。みたいな。だから鼻声ポッドキャストをよく作ってたよね、昔。ごめんなさいね、皆さんね。本当に。鼻声ばかりでしたね、私は。はい。でもこれが本当に嫌で仕方なくて、もうどうにかしたいと。でもね、お医者さんに今まで何回かその耳鼻科に行ったことがあるんですけど、薬が効かなかったんですよね、全然。意味なし。で、なんか薬局とかドラッグストアで普通に売ってるお薬がすごい効くってみんな言うから、買ったんだけど、もう全然効かないのよ。で、なんかもう、そやみたいな。はみたいな感じで、もうなんか、わみたいな感じだったんだけど、もう本当にいい加減その鼻声ポッドキャストはやめたいと。ポッドキャスターとして良くない。あとすごいね、やっぱストレス溜まるし、なんかティッシュの使う量も半端じゃないんで、ちょっとどうにかしたいなと。思いまして、その家の近くとか、なんかいろんなところに、その耳鼻科を探したら、一個、なんか、もうすごいレビュー数の耳鼻科を発見したの。Google レビューで。なんかお医者さんですごいレビュー数ってあんまないじゃん。なんか有名ラーメン店じゃねえんだからって。ね。なんかその耳鼻科は、なんか口コミレビューね。口コミ見てると、なんか名医です。もうみんな、なんか3回に1回誰かが名医、この人は名医です。名医です。みたいな。おい、このお医者さんは素晴らしい。名医です。みたいな。名医っていうのは有名の名に医者って書いて名医って言うんだけど、もうすごい素晴らしい医者、名医ね。名医です。みたいなね。チョッパーみたいなね。チョッパーは名医だよね。チョッパーみたいな感じで、素晴らしいみたいなね。書いてあって、あんまないじゃん、Google レビューでお医者さんを褒めるって。基本的にさ、なんか Google レビューでさ、お医者さん探すとさ、なんか 2.0 とか 3.0 とかでさ、なんか、すごいこの病院のお医者さんは全然良くないです。とか態度が悪いとか、全然治りませんとか、怖いとか、すごい待ちましたみたいな。知らねえよって感じじゃん。お医者さんは別に神様じゃねえからみたいな。何でも治せるわけじゃないのよってみんな思うんですけど、やっぱイライラしちゃうんだろうね。待ち時間が長い。受付スタッフの態度が悪いみたいな感じで、なんか星1みたいな。どこのクリニックとか病院行ってもそんな感じじゃん。はい。なんだけど、そこの病院が、クリニックね、耳鼻科が 4.2 とかなのね。信じられないみたいな。そもそも、日本の Google レビューって、日本人って Google レビューめっちゃ低くつけるんですよ。これ注意ね。はい。日本人にとって星3は結構いい方。で、星4はすごいいい。
で、星5をすごいつける人って、なんか、いるけど、そんなにって感じなのね。で、これなんでかっていうと、普通に厳しいっていうのもあるんだけど、日本人厳しいっていうのもあるんだけど、食べログって別の、多分、レビューサイトがあるのね。グルメ系のね。お店のレビューがあるんだけど、その食べログもね、星5はないのよ。だいたい3から4なのね。だからその感じで一緒につけてんじゃないかなと思うんだけど、置いといて。だから皆さんもしレビューがたくさんあって、星 4.5 以上のお店があった場合、疑った方がいいかも。疑うっていうのもおかしいんだけど、結構その観光客向けのお店が多いですね。そういった場合。4.5 以上で有名なお店。結構海外からのお客さんって、すごい美味しいっつって優しいからみんな星5をつけてくれるんですけど、日本人のローカルの人たちが行くお店は、星5はあんまついてないっていうね。はい。はい。気をつけてって話なんですけど。その耳鼻科は 4.2 とか1とかもう信じられないじゃん。お医者さんなのに。みたいな。はい。で、行ったんですよ。もうそしたら1時間半待ちとかで、平日の昼間なんだけど、みんな、バーって並んでて。で、もうね、名前呼ばれて、どうぞ、つって部屋に入ったら、ものすごいスタッフの数なの。で、全員女性なのね。お医者さんと、スタッフさんみたいな人。一人だけ男性がいて、それ以外全員女性なの。すごくない？で、お医者さんが、大きい部屋に、お医者さんが2人。で、椅子が2つみたいな感じで、お医者さんが2人、おばちゃんなんだけど、多分ね、姉妹なのね。同じ顔してんの。メガネで、同じ感じの2人がいて、で、どっちかに行くみたいな感じで。で、その周りに10人ぐらいのスタッフが、クチャ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 って言ってて、すごいみたいな。でも、どんどんもう人がこう、入っては出て、入っては出てみたいな感じで、すげーみたいな。へーみたいな。マクドナルドかよみたいな感じだったんですね。で、どうぞつって座ってくださいみたいな感じで言われて、そのおばちゃん、お姉さんだか妹だかどっちかわからないけど、そのおばちゃんが、どうしましたかみたいな。で、今までのこういう薬を飲んでも効かない、こうで、こうみたいなことを全部説明したら、なるほどね、みたいな。そうか、みたいな。アレルギー強いわね、あなた、みたいな感じで、チク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 ってやって、これとこれの薬飲みなさい。これとこれみたいな。で、もしきつかったらこれ飲みなさいみたいな。で、もっときつかったらこれ飲みなさいみたいな。4種類ぐらい出してくれるみたいな。で、あとシュッシュみたいなやつ。点鼻薬シュッシュ。鼻シュッシュって私はみんな言うんだけど、鼻シュッシュを出してくれて、はい、みたいな。で、これ、もし効かなかったらもう一回来てください。はい、以上みたいな感じで。つって。で、お花の消毒とかして終わりみたいな。で、ちょっと半信半疑なのね。すごい、みたいな。本当に効くかなみたいな。ちょっと半信半疑。半分信じて半分疑っていたんですね。で、お薬もらって飲んで、1日目は相変わらず、あまり変わらなくて、効果ないかなって思ったんだけど、2日目、ピタッ私の滝のような鼻水、ピタッびっくり。ピタッと止まった。くしゃみも出ないし。びっくりしちゃった。みたいな。みたいな。ひどかったらこれ飲んでくださいの薬も全然飲む必要ないぐらい、もう2種類でもうピタッと止まっちゃって。名医だ。こりゃ名医だっつって。すごい、もう長年の鼻炎悩みを一瞬で解決っていうね。はい。で、もう薬がすごいいいから、調子いいから、なくなってすぐ。で、また取りに行って、1ヶ月後ぐらい。同じ薬くださいっつって。聞いたのみたいな。よかったっつって。じゃあ3ヶ月分ぐらい出しとくねみたいな感じで。バーンっつって。じゃあ、お大事にって感じで終わりみたいな。素晴らしいみたいなね。はい。っていう話ですね。はい。なので、鼻炎がもう鼻声ポッドキャスター卒業。はい。マジで人生変わる、これは。本当にずっと悩んでてから、もう人生変わりますね。外出してる間も、私絶対ティッシュは2つぐらいポケットティッシュ持ってくんだけども、今ここにもね、一応セットしてるみたいな
ぐらいポケットティッシュが大事だったんだけど、今それ考えなくて済む。わー、はい、嬉しいって感じですね。はい、そんな感じ。あと何かしてたっけ。よくね聞かれるんだけど、先生っつって、先生ダンス続けてるって言われるんだけど、続けてます。うん、めっちゃいい、めっちゃいい。週2回通ってるんだけど、めっちゃいいっすね。なんかなんかリフレッシュにもなるし、やっぱ運動不足解消にすごく良くて、めっちゃいいなって思ってて、これからも多分週2で続けていく予定で、通い始めた時なんかほんと正直、なんかストレッチ、最初のなんかストレッチあるじゃん、柔軟と体幹トレーニングから始まるのね、基本的に。体幹トレーニングはなんか腹筋とかして、なんかインナーマッスルみたいな、プランクとかして、その後にストレッチ、柔軟、体を柔らかくするみたいな、体を伸ばすっていうことを、やるんだけど、その柔軟ストレッチの時に基本つってたのね、足が。もうおばさんじゃん、発言って。まだ32歳なんですけど、そう、足つってたのよ。いてみたいな。足つるっていうのはなんか、なんていうの、筋肉がピキーンみたいななってさ、すっごい、いてててててってなる時あるじゃん。あれ。毎回そうなってたのね、ストレッチの時。やばすぎだろ。まあ寒かったっていうのもあるかもしれない。冬だったからね。寒かったからみたいな理由もあるかもしれないんだけど、最近はね、全くそれがなくて、もうストレッチもスムーズになったし、めっちゃ気持ちが良くて、まずそのストレッチだけで。本当にね、いい運動ですね。あと、ごめんなさいね、すごい正直に言うんだけど、めっちゃヒップアップが、効果があるっていう感じで、お尻のサイズが2サイズぐらい上がった気がするっていう。はい。ヒップアップ、効果、明確にですね。足ですね。足だね。足とお尻だね。やっぱさ、この年齢になると、ヒップアップできないのよ。下がる一方、ヒップは。ね。垂れるっていうか、お尻が垂れてるっていうけども、ほんと、もう、若い時クーンってやったけど、今もなんか、絶壁みたいな。ね。もうこんなんですね。はい。もう、絶壁みたいな感じで、もう下がる一方じゃん。女性は特にわかると思うんだけど、お尻がフラットになっていくっていう。もう平らって感じだったんだけど、明確にお尻が変わったし、あと足が硬くなった。多分筋肉ついたんだよね。太ももとかが特に。これが結構嬉しいですね。腹筋もちょっと硬くなってるし、なんか、もうトータルやっぱ通ってよかったなっていう、ダンスはね。はい。でね、なんかね、若い子が多いだろうな、みたいな感じで思ってたんだけど、私が通ってるクラスは、朝のクラス、平日の朝だからっていうのもあって、主婦の方が多いんですけど、もう私よりみんな年上で、先生も年上だし、なのにみんな元気だし、すごいなっていう。この間さ、新しい体験の人が来て、おばちゃんな感じだったのね。40、50なのかなぐらいの年齢で、いや、私もおばさんだから、みたいな。できるかなみたいな感じで来て、なんか、ちょっと大変そうだったけど、普通に、いい運動でした、みたいな感じで終わったのね。で、なんか最後なんかみんなでなんかいくつなんだみたいな話になった時に、いや、もう私シニアなのって言ってて、シニアって、もうすぐ70って言って、え 70? みたいな。もう来年69歳で、とか言って。ぴゃー、びっくり。私のお母さんより年が上。で、ダンスレッスンみたいな。すごくない？マジで年齢関係ないなと思って。もう大尊敬。かっこよすぎないっていう。全然、しかもなんかそういう感じに見えないのね。なんか70代ですみたいな
感じのテンションじゃない。まあ60代なんだけど、もう70ですみたいな感じの見た目全くしてなくて。いやー、尊敬だね。私もそういう年を取っても好きなことしたいなってちょっと思ったわ。マジびっくりしたね。みんなびっくりしてた。って。うん。すごいな。うん。普通に K-POP とか踊った一緒に。はい。まあ、そんな感じ。で人生生きてます、私も。はい。まあ、あとね、ちょっとみんなに、まあ、宣伝、報告、お知らせがあるんだけど、今ね、新しく会話練習教材を作っていて、私一人でなんだけど、会話練習のための、まあ、教科書じゃないんだけど、まあ、教材を今作っていて、本当に自然な会話を、練習するための教材。だからもう、教科書の言葉ゼロって感じの、本当にリアルで私とか周りの友達とか、ね、もう現代の日本人が使う日本語を使った、会話練習の教材を今作っていて、ストーリー形式で作ってるんですよ。だから主人公の子がいて、その友達となんか会社の同僚とかが出てきて、それをストーリー、まあ、シリーズでどんどん作っていこうかなって今計画していて、第1弾は、友達との休日の過ごし方ですね。はい。まあ、この休日では、今ちょっと作ってるのは、まあ、設定は、友達と映画館に行く。で、スクリプトが分かれていて、一番最初のシーンは、遊びを誘う練習みたいな、まあ、会話。あとは、その待ち合わせとか、あとレストランの予約、レストランの注文とか、そういう感じのがこう出てくる感じですね。はい。それを今作ってます。うん。本当にできるだけ自然な、本当にもう本当に教科書日本語を卒業した皆さんにはぴったりなのではみたいな。なんかね、やっぱり現実でどんな日本語が使われてるかっていうのがやっぱり一番大事じゃない？特に中級者上級者の皆さんはさ、はい、それを意識して作って、でまあストーリー形式になってるので、よりもっとこうなんかその登場人物の人間性みたいなものも分かるような、よりリアルなものを作っていて、なので今回は友達との休日の過ごし方なんですけど、その後は多分会社でのそのこと、仕事についてとか、まあ、あとはいろいろなんか例えばマッチングアプリであったなんか婚活話とか、なんかいろんなシーンを今後作って販売していこうかなって今思ってます。で、一つの今回はその休日の過ごし方なんだけど、その中にもちゃんと電話予約とか、なんか注文方法とか、なんかそういう役に立つようなものを毎回こう、入れていくっていう感じですね。なので主人公はいつも同じ人になる予定です。だけど、その周りのキャラクターが少しずつ変わってくるっていうような。でもちろん男性の声もあるし、女性の声も。女性キャラクター、男性キャラクター、どっちも登場させる。で、バランスよく作っていこうかなと思ってます。はい。まあ、本当にね、できるだけリアルな日本語を皆さんにお伝えしたいので、なんていうの、そのリアルな日本語で実際に日本人はどうやって話すのかみたいなことの、まあ、説明、解説とか、まあ、言葉の紹介とかもちょっと、あと文化の紹介とかもちょっとこう入れる感じにしてます。はい、お楽しみに。まあ、5月中に発売できたらいいなと思ってるんだけど、また、発売日が決まったら、YouTube とかでお知らせするんで、見てね。買ってね。うん。まあ、いいと思ったら買ってね。うん。嬉しいです。そしたら。うん。まあ、ぜひね、こういう会話のシチュエーションを教えてほしいとかリクエストあったらもうガンガン、教えてほしくて。
はい、参考にして、みんなが本当に知りたいものとか困ってることをやっぱり解決していきたいんでね。はい。そう、それに集中してて、ポッドキャストが適当になってるっていう感じです。すいません。ポッドキャストも頑張っていきます。はい。6万人になったんだよね、ポッドキャスト。フォロワー数が。ありがとうございます。登録者数が6万人ということで。また6万人お祝いライブをしたいと思いますので、こちらも5月中かな。よろしくお願いします。はい。ということで、今日は以上。私の近況報告でした。みんな何やってるか、最近コメントでみんなが何をやってるかちょっと教えてね。はい。今日は、近況報告会でした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube ではメンバーシップを始めまして、私のゲームプレイ動画が見れたりとか、はい。あとは、今回のエピソードの言葉を勉強できたりとか、あとは2週間に1回やっている日本の最新ニュースとか、最新トレンドとか、そういったものについて、話すライブをメンバー限定でやってますので、参加お待ちしております。はい。そんな感じ。はい。あとなんだ？サニーサイドジャパニーズポッドキャストもやってますので、はい。あとはゆうゆうさんとの春とゆうゆうのゲームで日本語っていう、私とゆうゆうさんがゲームするだけなんだけど、ね、ゲームについて話したりゲームしたりするだけの超趣味番組なんだけどお楽しみに。はい。最近ゆうゆうさんとリトルナイトメア3を2人でプレイしてて、めちゃくちゃ面白くて結構楽しいですっていう感じで、はい。以上かな。最近日本はちょっと暖かくなってきておりまして、もう夏に向かっていくのかなという感じです。もう20度超えが当たり前っていう感じで、今が一番ちょうどいい。本当に今が一番ちょうどいい。もうこれ以上気温を上げないでくださいってね、私お願いしたいんだけど、そううまくはいかないですね。気温は上がっていく。はい。そしてまた下がる。これが四季。そういうことです。はい。ということで皆さんまた次回。さよなら。